確信犯のネタ、戦隊レッド、異世界で冒険者になる第2話を見ましたが、今回もちゃんと熱いストーリーをこなしつつ、随所に本家戦隊ネタが差し挟まれていて、大興奮でした。あらすじとしては、前回イドラのテストに不合格だった冒険者たちと再会。イドラは父親を侮辱され、逆に冒険者たちは三流とバカにされ、双方ヒートアップ。仲裁に入った東郷の提案で、ダンジョンのクエスト達成で決着をつけることに。そこでお決まりの変身、爆発でモンスターを呼び寄せちゃったり、巨大ロボを呼び出すもダンジョンの中に入りきらなかったり、遠バカな展開多めで笑っちゃった。でもこれ熱いなと思ったのは、ダンジョンのボスを倒すために、これまた戦隊お約束の全員で放つバズーカを撃とうとするんだけど、イドラと冒険者たちが不仲なために威力が出ず、レッドが負傷。そこでいがみ合っていたイドラと冒険者たちが和解して、レッドを回復させ、チームが結束。ようやくバズーカが本来の威力で射撃可能となり、ダンジョンの攻略が成功するんだ。お約束をやりつつも、それぞれのキャラの見せ場と絆の結束を見せてくれたわけですね。うまいのは両面で楽しめることだよね。戦隊ネタだけじゃなくて、イドラや冒険者たちの矜持も描きつつ、レッドのリーダーシップで最後には繋ぐことに成功する。レッドが戦隊のリーダーを務めてこられた理由もこれでなんとなくわかるよね。でも随所に展開された小ネタも凄まじかったのでそれにも触れたい。なりきりビデオとか爆風が熱いとかのネタも面白かったけど一番は、絆5各話の回想が入ってたことだよね。ちゃんと話数とサブタイトルが入った番組としての引用という定義が徹底されてるのもすごいんだけど、そのエピソードの中で出てきたブルーと仲良い仲になった女性怪人の拒絶ドラの声が、戸松遥さんというのが面白かった。有名声優さんですよね。それもそうなんだけどこの人、本家の充電戦隊恐竜ジャーで幹部怪人キャンデリラの声を担当してたんだよね。それもなんだかんだでブルーと関係が生まれて、っていう役回り。ギャルっぽい喋り方、演技もかなりキャンデリラに寄せてたと思う。私は未読だから原作の時点でここまで寄せられていたのかどうかわからないのだけど、完全に恐竜ジャーネタだよこれ。そもそも戦ってるブルーの松風正也さんだって、本家のブルーと同時に、恐竜ジャー終盤に登場した幹部怪人エンドルフの声を担当されている声優さんなので、二重に恐竜ジャーだよ。ほぼほぼ確信犯で作り手がやっていることが想像できますね。いつもだったら、イドラちゃんの英知さにメロメロになっててもおかしくないんだけど、この作品はなかなかそっちには引っ張られないね。そういうカットはこれからもバンバン出してもらいたいけど、今回は以上です。それと前回の動画、結構戦隊ファンからの熱いコメントが多くて面白かった。作品の性質のぼってやつですね。私自身特撮好きというのもあって、結構語りたいなと思える内容だったので、そのうちコメント紹介の回だけで1本動画を作りたいなと思ってるので、皆さん動画のコメント欄にたくさん思いを寄せてください。チャンネル登録、高評価もしてくださると嬉しいです。それではまた次回の異世界レッドレビューでお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。